皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。お元気でしょうか？私は元気です。皆さん、仕事って実力だけで評価されると思いますか？私は昔こんなことがあったんです。大学教員をしてた頃の話なんですけど、1年契約でその時働いてたんですね。で、その1年が終わる頃に部長からちょっといいって声をかけられたんですよ。私はその時すごくドキドキして、うわーなんかやらかしたかなと思って、だいたい上から呼び出される時って怒られる時ですよね。ドキドキしながら部長と2人で部屋に入って座って何を言われたかっていうと、あなたがすごく面白くて、私はあなたのことが好きだから、ポストを用意しようと思えばできるんだけど、その気ある？って言われたんです。ここで言うポストっていうのは、その雇用の枠、ポジションのことかな。大学でのポジションのことです。えってなりませんか？なんて面白いとポストが用意されるのって思いますよね。皆さんは日本人ってユーモアと関係のない世界で生きていると思いますか？もし皆さんが日々一生懸命仕事に向き合っていたりとか、あとは日本でこれからどうやって生きていこうかって考えているなら、今日の話はかなりヒントになるんじゃないかなって思っています。言い忘れていましたが、このポッドキャストでは中級から上級の方に向けて日本の文化や価値観についてお話をしています。さて、私は日本語講師として YouTube をしながら働く前は大学で心理学の教員をしていました。で、大学教員って少ないポスト、ポジションを大勢で奪い合う、そんな、なんて言うんだろう、熾烈な側面があるんですね。で、任期っていうものがあるんですけど、若い頃はだいたい1年とか3年、まあ長くて5年かな。それぐらいの任期があるんですね。働ける期間ですね。で、それが終わると、また違う大学に就活をして、面接受けて、受かって勤めるみたいな、そんな感じなんですよね。私はその時1年の任期で大学に勤めてたんですけどね。女性の部長だったんですけど、その1年が終わる頃に言われたのが、面白いからポストを用意したいっていう言葉だったんですよね。本当にってなりますよね。なんで面白いとポストが用意されるんでしょうか。大学教員はそもそも求人自体がかなりね、少ないんですよ。どれだけその研究の業績があっても、自分のその任期が切れる時に大学から募集が来てないと、次の募集が出るまでは、なんと無職になってしまいます。そんな先生もいるんですね。で、募集のタイミングによっては、その自分よりも先輩の、つまり業績がたくさんある人とも戦わないといけない。そんなこともタイミングによってはある。なので普通の就活よりも、そのポジションの空き、ポストの空きが出た時の競争が激しい世界と言っていいんじゃないですかね。だから部長にそんな風に言ってもらえた時に、論文の数とか、研究業績とか、そういうものとは全く別の軸で話が来るなんて、本当にびっくりしたんですよね。なんか、そんなところ見てたのっていう感じです。ね。で、ちょっと思い返してみたんですけど、思い当たることが2つあって、で、1つ目は私は関西人なので、普通のね、普段の会話がどうしてもボケとツッコミテイストになるんですよね。そう。で、その勤めてた大学は関西圏の大学じゃなかったんだけど、たまたま同じく関西出身の男の人がいて、で、その人と私がこう喋っている時に、部長がね、わざわざ自分の席を立って、私とその人の会話を近くまで聞きに来てたんですよ。
うん。で、テレビで見るようなやりとりをしてるって、もうね、すっごい笑ってた。多分、仕事の合間の息抜きとして、私とその人の会話を聞きに来てたんだと思うんだよね。うん。あと、もう一個思い当たるのは、二つ目ね。残業で会議が暗くなるときありませんか？日本はよくある。で、みんなが疲れてて、もうね、あんま誰も喋らない。一日の終わりかけだからね、もうね、で、シーンってしてる時とか、そういう時に私は結構ね、燃えるタイプなんですよ。日本の会議ってよくお菓子が置いてあることがあるんです。席にね。それもその残業っていう嫌なものを少しでも楽しくしようっていう、優しい心遣いだと思うんですけどね。そういう時に、例えば、このお菓子あるなら毎日残業でもいいですね、とか言うだけで、みんながなんかちょっと笑ってくれるんですよね。そう、大げさなことじゃなくて、そういう些細な一言で場の、なんでしょう、空気感が変わるんですよね。で、多分、そういうところを部長は1年間見ていて、声をかけてくれたのかなって私は思いました。ちょっと考えてみたんですけど、私って一体どういうユーモアのセンスがあるんだろうって思って、でね、この本を借りたんです。ユーモアは最強の武器である。ですね。うん。でこの本にはユーモアは4つの種類があるって書いてありました。4つのタイプに分けられるんですね。せっかくなので紹介しますね。皆さんはどのタイプに当てはまるか考えながら聞いてみてくださいね。コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。まず1つ目ですね。これはスタンドアップタイプと言います。毒のあるユーモアとか悪ふざけとか自虐ネタも堂々と披露するタイプ。これはいますね。日本だと飲み会で急に毒舌キャラになったりとか、そういう人はこれかなって思います。笑いを取るためなら多少ことを荒立てるのも厭わない。そんなタイプらしいですね。うんうん。天性のエンターテイナーというふうにこの本では書かれています。これはね、私はちょっとは当てはまるけど、身内にしかしないかな。うんうん。毒舌は日本だと、諸刃の剣感がありますね。うん。人を選ぶかな。二つ目が、スイートハートタイプ。これは、さりげなくくすっと笑わせるタイプですね。スピーチとかプレゼンの中に、ちょっとした笑えるセリフを自然に織り交ぜられる人らしいです。相手を傷つけるようなユーモアは絶対に使わないと。うん、そんなタイプらしいですね。私はこれはちょっと違うかなと思います。あんまりね、計算してジョークは言わないかな。うんうん。三つ目、これはマグネットタイプですね。いつも上機嫌で、みんなのムードを盛り上げる人。モノマネとかおバカなジョークを飛ばしながら、結局自分が一番笑っているタイプですね。これは私です。よく笑うし、人真似もよくするので、ほっぺたの筋肉が痛くなるまで笑うタイプは、このマグネットタイプが多いんですって。私もそのタイプ。最後、4つ目。スナイパータイプですね。鋭くて皮肉っぽい一発ジョークをピシャリと決めるタイプと書いてますね。大勢の場でじっくり様子を伺って、ここだっていうとこで放つと。私はこれは、めちゃくちゃ憧れますね。大学の先生ってこのタイプは結構ね、多くて、みんながニヤってする瞬間があるんですよね。スナイパータイプはかっこいいですよね。これは私には結構難しいかも。私は喋る内容面白いと思ったら先に笑っちゃうとこがあって、だからスナイパータイプは憧れるけど難しい。以上4つがユーモアのタイプ
らしいです。皆さんはどれに当てはまりましたか？私はさっきも言ったようにマグネットタイプなんですよね。多分、なんて言うんだろう。空気感を大事にする。みんなが楽しそうな空気感を大事にするタイプなんですよね。さっきの残業の話もそうで、みんなが疲れてシーンってなってる時に、なんかね、もうその空気を変えたくなるんですよ。動きたくなるんです。で、先生たちが、プッて吹き出して、場の空気がさ、ちょっと戻る瞬間がいいですよね。その後和やかになる感じが。うんうん。で、実際に今4つのタイプのユーモアが日本だとどういう場面で、使える？どういう場面で聞いてくるかっていうのをちょっと考えてみました。はい。例えば、就活の面接の時、すごい緊張しますよね。もう空気もピリピリしてて、そんな中でちょっとクスッと笑わせるセリフを1個言える人って面接ではすごく印象に残ります。はい。奇をてらう必要はあんまなくて、例えば緊張しすぎて昨日夢で1回目の面接を済ませてきましたとか、そんなね、ちょっとした一言でいいと思うんですよね。それで空気が変わります。うん。これはスイートハートタイプが得意なやつですね。面接官も人間なので、やっぱりね、笑えた瞬間っていうのは記憶に残りますよね。あとは、職場関係で言うと、皆さんは月曜日に会議ってありますか？私はね、あったんですけど、月曜日の朝の会議ってなんかね、みんなテンション低いんですよね。そういう時にさらっと場を明るくできる人っていうのは、実は貴重ですよね。うん。そういう時にマグネットタイプの人が一人いると、職場全体の空気が日本だとね、変わることも結構あります。うん。ただこれはね、私の経験なんですけど、マグネットタイプはね、わちゃわちゃしてるので、やりすぎるとうるさいって思われることがあります。ちょっとそこは知恵がいりますね。スタンドアップタイプは日本だとちょっとね、場所を選ぶかなって思いますね。毒のあるユーモアは、わかる人にはめちゃめちゃ刺さるんですけど、真面目な人からすると、ちょっと怖いって思われることも正直ありますね。尊敬はされるんですけど、距離は置かれるっていう感じです。日本だとね。うん。そう。で、スナイパータイプは大学とか、そういう知的な場では、刺さる人が多いと思います。うん。鋭い皮肉で、みんなが一同がニヤってする感じね。私は大学で体験したことが何回もありますね。ただ、スナイパータイプも日本だと場所と人を選ばないと、やっぱりね、怖い人って思われるリスクがありますね。ちょっと紹介の順番と内容が前後しましたが、こんな感じで4つのタイプは日本ではそれぞれ活躍の場があるかなって感じですね。これは国によって結構違うと思いますね。みんなの国ではどのユーモアのタイプが一番人気ですかね。私の感覚だと日本だとスイートハートタイプがなんか受け入れられやすい感じがします。万人受けしやすい感じかな。あとはマグネットタイプかな。今紹介したみたいに日本でもユーモアっていうのはいろんなとこで機能するんですよね。それが役に立つことがあるんですけど、なんでそんな風に機能するのかなっていうことを考えてみたんですね。私自身の話をすると、会議室に入った瞬間の空気ってもうね、その入り口、ドアを開けた瞬間に感じ取れるんですよ。なんかもうその空気がいいか悪いか、悪い場合はその空気を排出している人が誰かまでわかるんですよね、これが。空気が悪いと、なんかちょっと息苦しいな、みたいな気持ちになります。夫もね、日本人なんですけど、やっぱりね、似たようなことを言ってますね。多分ね、日本人ってある程度みんなそうだと思うんですよ。空気に敏感ってことですね。
空気に敏感なので、空気が悪くなることをそもそも避けたがる人が多いということです。なんかね、意見のね、この対立そのものよりも、そもそもその前の空気が悪くなることの方が怖いみたいな感じかな。だからこそユーモアで空気を柔らかくできる人っていうのが一人いるだけで、その場の全体の空気が変わることもあるし、重宝もされるのかなって私は思いました。なので日本ではユーモアは単なる面白い人の話ではなくて、空気を動かすコミュニケーションのスキル、技術なのかなって私は思いました。日本人と仲良くなりたいと思っている人は、これはね、かなり重要な視点なんじゃないかなって思ってます。日本は真面目で、優秀はいろいろ定義がありますけど、優秀な人が評価されるイメージありますよね。でも実際はこの人と働きたいっていう感覚がかなり大きい社会でもあるんですよね。どれだけその能力主義と呼ばれるものが進んでも、少なくとも日本ではそのポジション、ポストっていうのはなくならないんだろうなって思いますね。だから能力的な意味で優れたところがないってもし思っている人がいたら、ユーモアを一個武器にするっていうのは日本においてはかなりね、大きな武器になるんじゃないかなって私は思いますね。真面目さだけじゃなくて、一緒にいるとなんか空気が楽な人っていうのも日本ではとても大事なのかもしれないなってこの本を読んでいろいろ考えて思いました。皆さんの周りではユーモアで得をした人はいますか？皆さん自身は得をしたことありますか？ぜひ皆さんのタイプと一緒にコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。さて、最後ですが、私はプレプリーというプラットフォームで日本語講師をしています。私とフリートークでレッスンをしてみたい方は、ぜひトライアルレッスンを受けてみてください。概要欄にリンクを貼っています。見てみてください。では、今日はこの辺りでまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。